皆さん、こんにちは。まなみです。今回はこちらのマキアージュのエッセンスリキッド EX をレビューしていこうと思います。日焼け防止効果は SPF50+、PA4+あって、今回は原品を購入予定だったんですけど、リニューアル前のこちらのドラマティックエッセンスリキッドがあまり肌に合わなかったので、今回も合わなかったらどうしようかなと思って、原品は購入せずにサンプルを使ってレビューをしていきます。全5色展開で、サンプルのカラーはオークル10とオークル20のカラーです。今使っているのがオークル10なんですけど、私の肌にはオークル20の方が合っていたかなと思います。商品の説明を読んでみます。セラムファースト技術搭載で、ファンデに美容液を配合するのではなく、美容液でファンデ成分をふわっとくるみ、安定的に閉じ込めるミクロレベルのカプセル化に成功。つけている間、ファンデではなく美容液が肌に触れ続けます。ポイント1が浸透型潤い美容液ということで、美容液が毛穴や角層の奥まで潤いを届け、滑らかな肌が続く。使うたび肌そのものを美しく。ポイント2個目がフォアレスラスティング処方で、フルカバーしながら内側から潤ったようなみずみずしいツヤを演出。毛穴落ちが目立たず、一日中つけたての美しい仕上がりが続くと書いてあります。今パウダーをしてしまっているのでわからないと思いますが、ツヤ仕上がりのファンデーションです。ちなみに匂いはありません。それではここから塗っているところをご覧いただきますが、毛穴ニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。それでは日焼け止めから塗っていきます。スキンワンオン4のヒアルシカウォーターフィットサンセラム SPF50+、PA4+です。最近このおでこが荒れていてプツプツできているんですよね。痒かったりするので、もしかしたら湿疹かもしれないんですけど、とりあえず良くならなかったら皮膚科に行こうと思っています。それではファンデーションを塗っていくんですけど、本日はオークル20番を塗っていこうと思います。軽く揉んで手に出してみるとこんな感じで少し垂れてくるテクスチャーです。まずこちら側にブラシで塗っていきます。指塗りでも結構綺麗に塗れますね。とりあえずブラシを使います。ドラマティックエッセンスリキッドの方は指塗りだとあまり綺麗に塗れなくて好きではなかったんですけど、これは結構綺麗に塗れます。ただカバー力はこれもそんなに高くはないですね。塗り心地はドラマティックの方より好きです。左側だけに塗ってみました。おでこはこんな感じで、毛穴の黒ずみは隠れていて、ニキビの赤みとかはこのように少し透けています。影を作るとこんな感じです。ナチュラルに綺麗に見せてくれるタイプです。方法なんですが、このように毛穴が深い部分でもそんなに毛穴落ちすることなく塗れていて、穴とかも綺麗に塗れました。このくらいのカバー力なので、そんなに高くないっていうのがわかるかなと思います。頬を見て思ったのは少しツヤ感が強くて光が反射します。反対はスパチュラとスポンジで塗っていきます。スポンジは濡らしてあります。スパチュラでも結構綺麗に塗れますね。塗っている時も液に少しだけ厚みがある感じなので塗りやすいです。軽い液体系でシャバシャバのものだと毛穴落ちしやすくて塗りにくかったりするんですけど、これはそういうことがないです。ファンデーションがついている量が違うのでカバー力が違うだけだと思いますが、仕上がり的にはどちらも綺麗なんですけど、私の肌だとカバー力重視なのでスパチュラとスポンジ塗りが好きです。両方とも塗ってみました。おでこはこのような感じです。
ここにニキビなのか湿疹なのか分かりませんが、赤いポツポツができているんですけど、これは全然透けて見えています。本当にナチュラルなカバー力っていう感じで、頬と鼻をお見せするとこのように左側の方が明るいのでカバー力が高く見えているかもしれないんですけど、実際にはこちらの方が赤みが隠れています。こちらの方が自然で、こちらの方がカバー力あると言っても赤みは全然透けて見えていますし、シミとかも少し透けるぐらいのカバー力です。毛穴落ちもないですし、よれとかもないのでいいですね。アロマティックの方と比べたらこちらの方が断然私の肌には塗りやすいです。合っているなって感じます。パウダーはいつも通りシャネルのプードルユニベルセルリブレーヌ10番を使っていきます。どちらに塗ろうか迷っているんですけど、自分で使うとしたらこちらぐらいのカバー力が欲しいので、本日は右側にパウダーを重ねていきます。右側だけにパウダーを重ねてみました。ツヤ感を抑えています。頬と鼻はこのような感じで、私の肌だとやはり塗った方が毛穴が目立ちにくくなっているので綺麗に見えているかなと思います。特にパサつきが出たりとかもないので、パウダーを塗っても綺麗です。それでは本日も10時間検証をしていきます。こちらは4時間後の動画です。パウダーをした方はまだサラサラしていて、していない方も特にテカったりはしていません。頬はパウダーをした方は大部分はサラッとしていて、あとこの辺りはツヤっとしてきています。鼻も少しツヤという感じで、まだテカリではないかなと思います。一歩手前っていう感じです。思ったより皮脂は出てきていないですね。で、パウダーを塗っていない方なんですけど、そんなにテカテカになっている感じもなく、ただ塗った直後よりも少しだけ皮脂が増えたかなぐらいなので、意外とキープされています。鼻はちょっとテカっているかなと思いますが、すごいひどくテカってるわけでもないです。4時間後は塗った直後のように綺麗かなって思います。こちらは7時間後の動画です。おでこですが、パウダーをした方はまだサラッとしていて、パウダーをしていない方もそこまですごいテカテカっていうわけではないかなと思います。頬と鼻ですが、頬はそこまで皮脂が増えている感じはなくて、鼻は少し皮脂が増えています。こちら側は鼻はテカっていて、この辺りはテカテカになっていますが、もっと皮脂が出てくるかなと思っていましたが、もともとツヤがあって張りがあるような肌に見せてくれるので、そんなに変化はないですね。普通に生活していたらティッシュオフはしたいくらいの感じなんですけど、7時間でこれって考えたらいい方ですね。個人的にはまだテカテカではないのが気に入りました。こちらは10時間後の動画です。このパウダーを塗っていない方はテカってきています。で、このパウダーを塗っている方はツヤっとしているくらいですね。そんなにテカテカではありません。で、頬と鼻ですが、パウダーをしている方もこの辺りはテカっています。でも軽く押さえてしまえば全然平気かなっていうくらいで、鼻はこのくらいテカっています。パウダーを塗っていない方は鼻はテカっているのと、あとこの辺りとかは結構テカっていて、でもどうでしょう、もともとツヤがあって張りのあるような仕上がりなので、それと比べたら意外と単体でも持ちがいいとは言えませんが、皮脂が出てきて汚い感じになるわけではないです。で、この辺りは少しファンデーションが剥げているというか、ざらつきがあるかなっていう印象です。人と対面する距離であれば全然気になりません。
少し顔が痒くて触ってしまうとファンデーションが剥がれてしまうのですごい密着するっていう感じでもないんですけど、ドラマティックの方と比べたら私はこちらの方が好きですね。まずはティッシュオフをしていきます。ティッシュで押さえて皮脂を取りました。今の肌の状態で言うと、肌をつけていない単体で使用した方がザラつきとかがなくて綺麗かなって思います。ただファンデーションは少し剥がれているような状態で、肌の赤みは見えているので、上から後でファンデーションを重ねます。で、こちらのパウダーを塗っている方は逆にザラつきが少し目立つような気がします。ただこれも人と対面する距離であれば全然見えないかなと思うので、そこまで気にしなくていいと思うんですけど、すごい近くで見るとこの辺りとかはザラつきがあります。ということで上からファンデーションを重ねてみます。かなり直しやすい方のファンデーションですね。そんなに毛穴落ちしないかなって思います。でもこことかもちょっとザラつきはありますね。でもそんなに目立たないです。反対で塗った方は少しだけ毛穴落ちはありますが、他のファンデーションと比べたら直しやすい方だと思います。パウダーをのせた方はどうでしょう。やはり少しザラつくかなっていう印象なんですけど、これ単体で塗っていた方と比べるとそんなに綺麗には治らないです。頬の必要な部分にだけファンデーションを重ねてみました。このようにメイク直しをした後もそこまで汚くはならないので、個人的にはこれだったら普通に人と会ったりはできるくらいの肌かなって思います。ただ少しのこのよれとか毛穴落ちは許せないという方は、直す時は一旦落としてから使った方が良さそうです。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。それでは日焼け止めを塗っていきます。塗っているところは2倍速でご覧ください。それではファンデーションを塗っていきます。今日はオークル10番を使っていきます。オークル10番はこのようなカラーです。本日はスパチュラとスポンジで全顔に広げていきます。このスパチュラで広げている感じからもわかるように、とても伸ばしやすいテクスチャーなので、塗るときに焦らなくていいのがいいですよね。塗り終えたのでパウダーを重ねていくんですが、最近シャネルのパウダーを重ねた時に乾燥崩れしているかなって思うことが多かったので、マットにはなるもののそんなに持続力は高くないなと思った。資生堂のシンクロスキンインビジブルシルクルースパウダーのマットを使っていこうと思います。でもシャネルも使いたいので半眼ずつ塗ってみようかなと思います。ここがメッシュになっているパウダーでパフで塗っていきます。おそらくパウダーがつく量が少ないからなのか、塗った後はマットになって綺麗なんですけど、意外とテカるのは早かったのであまり使っていませんでしたが、マスク検証の際であればそんなにサラサラにならない方が崩れにくいので、これがちょうどいいんじゃないかと思って本日持ってきました。全顔にパウダーを塗りました。こちらはパフで、こちらはブラシで塗っているので、しっかり全体に塗れているのはこちら側なんですけど、こちらもサラサラにはなっています。
こんな感じで本日もファンデーションは綺麗に塗れて毛穴落ちもないですし、ざらつきもほぼなく塗れました。ただカバー力はやっぱり低いなっていう感じはあるんですけど、塗り心地としてはとてもいいファンデーションです。こちらはマスクをつけてから4時間後の動画です。おでこは両方ともサラッとしていて、方法なんですけど、シャネルよりも資生堂の方が崩れは少ないかなっていう気がします。やはりこちらの方が乾燥してしまって崩れている感じがありますが、こちらはそのファンデーションの剥がれとかが少ないです。他のファンデーションと比べても崩れが少ないので、結構綺麗な方じゃないかと思います。ちなみにマスクの中はこのような感じです。ファンデーションの取れ方具合はほぼ同じと言ってもいいんじゃないでしょうか。資生堂のパウダーはベージュなので、その分こちらについている量が多く見えるかもしれませんが、あんまり差はありません。上から重ねてみるとこのような感じで、ざらついている部分は見えますが、でもマスクをした後って考えるとかなり綺麗な方ではないでしょうか。このファンデーションは資生堂のパウダーとの相性がいいですね。こちらも重ねてみましたが、やはりざらつきがもともと多かったので、その部分は見えています。このファンデーションの長所は塗りやすいですし、塗っている感が少なくて10時間後でも肌が疲れないです。短所は特にありませんが、強いて言うとしたらカバー力の低さかなと思います。私は肌の赤みが強いので、結構透けて見えていて、黒ずみも見えていたりするので、高カバーなファンデーションが欲しいっていう方には合わないファンデかなって思います。負担が少なくデイリー使いするのにちょうどいいカバー力っていう感じです。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。